私は先日息子に、集いの実行委員長として挨拶するけど、君がゲイの当事者であることを明かしてもいいかと聞きました。すると息子は、お父さんがいいならいいよという返事をくれました。実は息子がゲイであることを家族に明かしたのは、彼が20代半ば、数年前のことになります。木内哲郎と言います。御年63、息子とは30歳違いなんですね。木内哲郎の息子の木内啓太です。今は、ヨーロッパの方に住んでおりまして、今この撮影のタイミングでは帰国中、帰省中です。啓太はゲイいつ気がついたの？いや言ったことないよね。もうほぼ確実って気づいたのは結構早くて、もう中学入った時ぐらいにはもう、気づいてたかな。なんかもう同じ学年の子でなんか好きな子ができたのがもう男の子だったみたいな。そうだったんや。感じだったな。なんかそれに関して特にそこまでなんか自分に対して否定的な感情はなかったけど、やっぱり隠さなあかんというか、もともとその嘘をつくのが得意じゃないというか、そこに関する蓋をしないといけないっていうのは結構特に中学の3年間結構なんかしんどかったかなっていう気は。中学校の頃からうちの家にはインターネットがあったので、それである程度、世間にも普通にいるから自分も変ではないっていう一つの形として受け入れるのは結構早かったかなとは。それを親に対して言うっていうふうに思うのはいつぐらいからなの？それは結構後やね。やっぱり子供の話、やっぱり結婚してなんか孫をみたいな話になるやん普通は。だからそこがどうしても言い出しにくいというか、そこを立ってしまうというかという部分がすごく僕の中でネックになってて、基本あまりもう20代半ばまではもうちょっと難しい自分の中ではとりあえず今のままでっていう感じで。元担任アメリカ人のメアリー先生がとかと話した時に今でも覚えてるけどいつやったかな、その20代半ばぐらいの時にその先生に遊びに行って話した時になんかちょっとそろそろ親にカミングアウトしようかなって思うねんってちょっと相談した時があって、そしたら「まだ言ってなかった?」みたいな感じで言われて「はよいいな」みたいな感じだってその辺は結構なんていうかな、欧米と日本の感覚の違いっていうところはあるかもしれんけど、なんかその辺がその担任の先生に相談した時にパッと言われたのがなんかそう思うよねっていう感じではあって。その半年前に、アドバイスが同じゲイの人なんですけど受けたのが30になる前にカミングアウトしといた方がいいよっていうのを言われてて、っていうのもやっぱり年を取れば取るほど隠してる自分に慣れてきてしまって、そこから変えようとするとやっぱりいろいろ負担もなんか精神的負担も大きいしっていうことでできれば早いうちに言った方がいいよっていうのも実はあったんやんか。そのアドバイスを受
でそのサマースクールに、参加するのもちょうどその時期に決めてたから、まあじゃあその出発する頃か、まあ、最初はその行ってから向こうで出そうと思ってたんやけど、ちょっと東欧の国だったので、ちょっと郵便事情がねいつ届くかわからん、日本にわからんから、それやったらもう出す、そういう風にするんやったらもう日本国内で出しとけみたいな先に着くように。両方同時にじゃなくて、なんかお父さんには言いにくいけどお母さんには言いやすいとか、なんかそういうタイミングをずらしてカミングアウトしようとか、なんかそんな思ったことはない。それはいとこに対して先に言ったから、そこがまず最初かな。大学ぐらいの時にもう言ってて、実はそこがまず身内に打ち明けるっていうファーストラインやって、でそこがあったから結構20代のうちちょっと気が楽やったかな、身内で知ってる人が一応いるっていう状態で、まあお父さんお母さんに対してっていう、まあなんかまあその直接言うっていうことがまずちょっと自分の中でもちょっと抵抗があったし、ちょっとでもね、なんていうかネガティブな反応というかっていうのがされるとちょっと怖いなっていう気持ちはあったのね、どうしても。だからそれをやっぱりその直接見るのがちょっと怖いなって思って手紙を出して、まあ結果的に2人同時になったっていう感じだったかな。そうか。手紙でカミングアウトするっていうのはインターネットでそのカミングアウトの方法みたいなのをなんか読んだ時に、なんか手紙がおすすめみたいなことは読んだことがあって、その相手も自分もその受け入れるその時間を余裕が持てるからっていうので、ちょうどそのサマースクールの3週間1ヶ月っていうのがまあちょうどいい期間やったかなと思って、タイミングを選んだ感じだったかな。実はママ気づいてたっていうのは知ってた？その話まだ聞いてないけど、まああんだけ近くにいてすごい洞察力強い鋭い人やから分かっているやろなとはなんとなく思ってたけど、多分それとなく言ってた、そうかもしれないよっていう。その僕はその手紙もらうまではもう正直自分の中ではもう全く気がついてなかったというか、言われてたけどまさかみたいな感じがあったから、それ見てそうなんやというふうにまあ驚いたというのがあったね。なんかその手紙読んだ時に単に驚いただけ、なんかそれを他に何か感じた？まあそれはね、実はこれ、実物これ受け取った時は正直どう受け止めていいかって自分の中で、僕自身の中ではね、ちょっとよく言葉に表すことができない気持ちになったね。なんかどう受け止めたらいいんやろうっていうのが、だから直接話されるよりまだ手紙でもらってまだちょっとその分救われたかなと、まだもうちょっと考える時間を与えてくれたみたいな感じがしたのと、なんとなく引っかかってたことがやっぱそうやったんやみたいな気があって、ちょっと謎が解けたみたいな。そうその彼女がいるんかどうかっていうのもあんまりいなさそうだし、その部屋のポスターでも例えば女性タレントとか一切入ってない、むしろその男性のポスター貼ってたりとか、あるいはそのヨーロッパからの留学帰ってきた時にも自分はなんかヨーロッパで暮らしたいとかポストこう覚えてるかどうかわからんけど、そう言って、なんで帰ってきた時にこんなことすぐ言うんやろうとかっていうのとか、きっとそういう思いがあったからかなとか、そういうなんとなく腑に落ちたことはあったんやけど、ただまあ正直そうじゃないと思ってたから、ちょっと自分の気持ち整理するの難しかったかな、すぐにはね。やっ
それからちょっとすごい親しい大学からの親しい友達に打ち上げて一緒に飲んでもらったら、もう全然それはもうウェルカムだよねみたいな反応やって、僕の友達がそういうこと気にしないよとかって言ってくれたのと、で一緒に勤めてるその加藤先生、大浜先生と相談したら、こういう YouTube あるよとかって言って、そのアメリカのお父さんに双子のゲイの兄弟で、お父さんがすごい受け止めるんやね。その泣きながら告白する、カミングアウトしてるんやけど、アメリカ人の兄弟が、でもまあそれを受け止めてるっていうことで、あ、そうなんやなと思って受け止めてあげることが大切なんやなというふうな、まあだんだん気持ちを整理するというか、落ち着かせるっていう方向に向いてはいったんやけど、まあそれはあくまで自分の中でケイタと接する方向づけやったんやけど、その後まだ自分の中で解消しきれないのは、自分の周りの人にそれを言うっていうことはすごく難しかったね。その親しい人には言えるけど、もう今回初めて僕の周りのその集いの時に言ったんやけど、それはかなりそう言うっていうことはなかなか勇気がいったね。妻の方は受け止め方が広いなというか、そういうその話でその時の感じはすごくそれが思ったね。なんか自分が腹痛めた子というか、なんか僕がまだその時ちょっとまだ葛藤あるみたいな気持ちがあったんやけど、むしろ積極的にそれをもう進んで受け入れるっていうか、なんかすごいちょっと具体的な言葉としてこういう会話したっていうのはちょっと思い出さないんだけれども、その時の受け止め方っていうのがまあ、母親ってすごいなみたいに、受け止め方については全然と言っていいほどその否定的な側面はなかったかな。手紙の内容はほとんど今話してくれた内容なんです。いつ気がついたかという話と、どうして告白しようと思ったかとかっていうことで、今話の中で出てこなかったのは、好きになったパートナーがいるので紹介したいというのが話の半分ですね。このカミングアウトするきっかけになったもう一つが、その時お付き合いをしていた人っていうので、真剣に将来を考えられるような人だったので、ぜひやってみてほしいなっていうのと、で、まあ彼も結構そのカミングアウトについて支えてくれたので、いろいろな後押しがあって言えたっていう。で結果的に全員でねご飯行くこともできたしね、あの時ね、あれもすごい良かったし、あれでなんか男の子と付き合うっていうのがどういうことなのかっていうのがなんか見せれたじゃないけど、そんなになんか普通に友達連れてきてるぐらいのそうやね、感覚やったから、なかなかちょっとその感覚には正直なれなかったんやけど、でもなんかその時以降自分もそういうゲイとか同性愛の生活の人たちのドラマとか映画とか見るようになって、なんかそれ自然だなという、別にそれが決しておかしなことでなくって自然に生活としてあるんだなというのをすごく感じるようになって、なんか特別なものじゃないというふうな気持ちに慣れてきたかな、最近は。なんか少数派だから特別なことっていうふうに捉えられると、それはそれで変な感じで、だから今そういうふうに受け入れてくれてることがすごく嬉しくて、食べ物の思考が違うのとなんか同じ類のレベルで話ができたら、これなんていうの、他のところでも話できたらいいなって僕は思うんだけどね。
手紙を出してあっち着いて23日後に母からメールがあって「読んだよ」っていう、全部をすぐに受け入れるのは難しいけど啓太は啓太の人生っていうのをなんていうかリスペクトするからっていうふうに書いてくれて、でその翌日か翌々日のメールに父も読んだよっていうのを書いて、でなんか特に反応なかったわみたいな感じでその時は書いてて、多分それが父なりのその反応だったんだと思うんです。どう受け入れたらいいかわからないのがそう出てたんだと思うんですけど、というところは一応キャッチアップはしてたので、とりあえず伝わったということが分かったので、あとはなんか時に身を任せてっていう感じではありましたね。なんかすごいドキドキしてたのは覚えてます。すっごいドキドキしてましたけど、それでもなんか彼に会ってほしいっていう話も手紙で書いてたので、なんか母が、せっかくやったら美味しいもの食べに行こうやみたいな感じで、なんかちょっとイベント的な感じにしてくれたので、それが結構救いになったというか。もうむっちゃすっきりしましたね。もう最初そのメールが来て読んだような時はちょっとなんか体がボッとなる感じあったんですけど、ちゃんと受け入れてくれたっていうのでちょっとホッとして、なんていうか知ってくれてるという事実があるだけでも自分の中のなんていうか気持ちがすごく落ち着いて、なんていうかまず反対はしていないっていうところだけでももう本当に僕としては万々歳だったので、やっぱりなんか親に言ってるのと言ってないのでこんなに感覚違うんやっていうのは本当に思いましたね。もうなんか家の中で自分を偽らなくていいというか無理に合わせなくていいというかっていうのがいらない負担が取れたっていらない負担が取れて、でもともとそういうなんていうか突っ込んだ話をする家じゃない親じゃないのでそういった話をするわけじゃないんですけど、知ってくれてるという事実だけでももう本当に気が楽でしたね。僕が手紙で一つ書いた孫の顔が見せられないっていう部分がやっぱり一番僕の中では引っかかってるというか申し訳ない気持ちになってた部分やって、で日本帰ってから 1,2 週間後ぐらいかな夜中うちの母とテレビ見てる時にふと私のもともと結婚した時私の障害では子供が生まれるか分からへんかったんやけどもこうやって啓太生まれてきてくれてほんまに神様からのご褒美やと思ってるから啓太そんなこと気にせんでいいよって言ってくれたのね。僕その時めっちゃほんまに泣きそうだったんやけどそれを言ってくれたっていうのがもう僕すごいなんか気にしなくていいんやっていうのですごいそこすごい気が楽になったポイントの一つではあったかな。あんま変わらないね。なんか父がもうこんな感じでひょうひょうとしてるのでなんかあることはあるないことはないみたいな感じでいてくれるので、僕としてもすごいなんか変に感情的にならないところが僕はすごい楽なので、わりかし少数者の人が周りには多かったので、母が身体障害者で人と違うで特に身体障害者は見てわかるっていうところで他の人とがしない体験をとてもいろいろしている母
がいて、その話をずっと聞いて育てたので、人と違うということに対して抵抗は全くなかったですね、僕自身は。多分まあその人と結婚したのでね、まあそこはもう受け入れるしかないっていう感じで、別にマジョリティでやってくれとか、その普通でやってほしいとか、なんでそういう気持ちは湧かなかったね。なんかそれがなんかここまでうまくカミングアウトがいく例っていうのが少ないっていうのはなんか認識してるので、なのでそれも含めて僕はすごいラッキーやなという